Thank you for playing with me. Good game. Let's play next time. だから踏み込むの怖いんですよ。そうなんですよ。こっちがちょっと喋れる素振り見せると、あ、こいついけんのかと。言わない。集団見えないんですか？俺アイドムに負けた時もそんなこと言われなかったっすか？いや。単語を言う。なんかでもその体育っていう感じ出ちゃいません？いや、それはじゃあエンティエアだったらいいよ。ただエンティエアって言えば、やっぱ大事ですね。逆にその時戸さんはどうやって英語できるようになったんですか？海外を回るようになってる最中に徐々に使う頻度が高まってって喋れるようになったんです。じゃあ大学でとかじゃない？大学でとかじゃない。そうなんです。なるほどなるほど。ただそれまでのその喋る前提となるその単語の部分は、やっぱもう中学校高校とかから英単語を毎朝電車の中でやるとかって決めてたから、それは受験の時ですね。ただ僕の感覚からするとそこでちゃんと習得してた人も、いざやっぱ会話になるとなかなかできないっていうのが、まあ英語を使う機会さえあれば結構喋れるようになる人が多いんじゃないかなっていうのが、まあ、僕の肌感覚なんですけど、ですね、僕はやっぱ最初に海外に自分で行ったって思うのが2002の、エボリューション、最初のエボリューションで、次に行ったのは多分2005とかになるんですか。その時はやっぱまだ全然ですね。本当にできるようになったな、自信ついたなっていうのは2010年以降。じゃあもうスト4ですかね。でその頃に割と、シーンが大きくなって、ありがたいことに招待していただいたりだとか、でもね、今思い出したのは国内に、海外の知り合いができたんですよ。2009年8年とかぐらいの時にドイツ人のケンゾーっていうプレイヤーが、知ってる？動画で見た。ゴッツガーデンユーロップのケンゾーですよ。でケンゾーと結構そのファイナルラウンドのランキングバトルを日本でやろうっていうその人たちがいて、その方のところで、月に1回そのランキングバトル出て海外の方とすでにやり取りをするっていうのが日本においても英語を使う機会っていうのが増えたから、それで割といけるようになったのかなという。やっぱ海外の友達を作るっていうのは大きなことだと思います。年一にどっか海外行きますだけだとなかなか喋るようにならないと思います。だからやっぱね、使う機会っすよ。確かにな。使う機会、オポチュニティを増やすっていう。なるほど。はい、それでは次の再現 VTR どうぞ。どうぞ。Thank you for playing with me. You are too good. Yes. はい、3本目の VTR はこんな感じでした。はい。初めはですね、Thank you for playing with me. はい。You are too good. Thank you for playing with me. はい。これは、対戦してもらってありがとうございましたと。ありがとうございました。あなたちょっと強すぎるよ。なるほど。You are too っていうのは、何々すぎるっていう時に形容詞の前につけると、何々すぎ、あんた強すぎっていうことを言われて、なるほど。その小作の返しとしてどういうことを何を言いたいか。でも普通に考えると、ありがとうございました。またやりましょうみたいなのがやっぱり一般的ですよね。それはどういう意味ですか？これよくやっぱり使われるのは、日本語でももう日本語になってるけど、GG。なるほど。GG は？いや、わかりますよ。わかりますよ。GG はグッドゲームです。グッドゲーム。いい試合でしたねと。
いい試合しました。グッドゲーム。これはよく使われます。もちろんね、格闘ゲーム以外にもおそらくは、スポーツの分野とかでも使われるんじゃないかなと僕は思ってますけど。海外の方も GG って言うんですか？ GG って言うと思う。伝わる。グッドゲームじゃなくて GG って言うんですか？GG そうなんですね。どっちでもいいと思います。僕言われたことあると思いますね。なるほど GG で通じますし、通じるってことは多分そういう風に使われてるんじゃないかな。まあ僕の経験談に基づいてこの企画やっております。そうですね。はい。ここら辺ではコメントでも教えていただけると幸いでございます。でまたやりましょうと。いうと俺がもう直訳でそれを考えるんだったら Let's play next time とかになるかな。 Let's play next time。ただそのシチュエーションによっては、エボの会場とかだと、想定するんだったら、まあちょっと次できるか分かんないから、See you next time とか、また会いましょうねとかでもいいかもしれないけど、まあここはLet's play next time とかにしときます？わかりました。あとは何かありますかね。煽り言わない集団見えないんですか？俺アイドルに負けた時もそんなこと言われなかったっすか？いや集団見えないんです。壇上で集団見えないんですか？集団見えないんですか？例文だと Don't you see overhead？ 見えないの？ Don't you see？Do you see overhead だと、集団見えますかになるんだけど、ドントにすると、集団見えないんですか？そうなんだ。そうなんだ。へえ。いいですね。オーバーヘッド。オーバーヘッド。これは格ゲー用語ですね。集団攻撃のことは、オーバーヘッドと言います。めくりは？めくり？めくり？めくりはね、ストリートファイター5のめくった時にも出てくる。ああ、クロスアップ。クロスアップ。ああ、そうだ。インフロント。前。表。あ、インフロント。で、クロスアップ。クロスアップ。よくわかんねえよ。アンビギュアスとかって書かれることありますよね。へえ。よくわかんねえ。アンビギュアスどっちみたいな。言ったりしますよ。フェノムとかはもう、言いたい放題です。こっちも。なるほど。あいつは絶対俺のこと舐めてるんで。俺も舐めていいんだろうな。あとなんかありませんか？台形ボタンが途中で引かなくなったんですけど、勝ててよかったです。やばいこと言ってる人いる。ボタンが効かないっていう表現は、まあ簡単なのは、ブロークン。ブロークン。壊れちゃった。ヘビーキック。ヘビーキック。台形。ヘビーキック。It's broken. But I won っていう感じで。部活からめちゃくちゃ。普通に嫌なやつ。はい、それでは次の再現 VTR どうぞ。Thank you for playing with me. Good game. Let's play next time. Any tips for me? Yes. はい、再現 VTR 流れました。先ほどですね、小作が、ゲットした。出ましたね。早速それで返したところ、さらに相手に一言返されてしまい、焦るというシーンでございましたが。だから踏み込むの怖いんですよ。そうなんですよ。こっちがちょっと喋れる素振り見せると、あ、こいついけんのかと。じゃあこっちも行くよってなって、そこであたふたしてしまうっていうのは、これはでもあるんですけど、そこもさらにね、乗り越えれると、どんどん乗り越えれるようになるんで、今回何を初めは言ったのかというとですね、Any tips for me? これはですね、アドバイスを求めるときによく使われる表現なんですが、アドバイスのことをですね、英語ではアドバイスっていう直接表現することはあんまりなくて、Tips って言うんですよ。Tips。TIPS。なので、Any tips for me? 僕になんか
アドバイスくれませんかですよ。はいはいはい。あ、そうなんですそう。ね。Any tips for me? はい。で tips っていう言葉が聞こえたときは、はい。これはアドバイス関係だなっていうふうに、変換できるといいと思います。ちょっとわかんないかもしれないですね。知らなかったら。これは本当によくあります。対戦が終わった後で、基本的に僕の場合は結構このゲームやり込んでて、はい、大体の場合勝てるんで、はい、対戦してくれた人からアドバイスを求められることが多いんで、そこでなんかいいこと言えるといいですね。確かにな。まあよくあるので言うと、対空とか出したいですねみたいな。対空はエンティエア AA ってコメントがあるのはありますね。あれアスキーアートじゃないんですよ。確かに。AA はエンティエア。じゃあ対空をもう少し意識した方がいいですねっていう時は何て言う？アドバイス。ティップスとして。本当に、はい、ざっくり言うんだったら、はい、エンティエアだけでもいいと思う。エンティエア単語を言う。なんかでもその対空っていう感じ出ちゃいません？でもそれはじゃあエンティエアだったらいいよ。ただエンティエアって言えばやっぱ大事ですね。なるほどなるほどなるほど。ちゃんと言うんだったら、はい、なんだろうね。俺もこの表現多分本当は良くないのかもしれないけど、はい、何々すべきっていうので、はい、should っていう表現を習うから、はい、You should do anti-air。なるほど。かな。対空をやるべきだよ。more とかね。もうちょっと。You should do anti-air more。なるほど。あとは飛びすぎ。何々するなっていう表現はあるといいかもね。なるほど。それは Don't jump。Don't jump。Don't jump。飛べっていうのはジャンプなのよ。はい。ジャンプモア。ジャンプ。でも何々するなっていうのは、なるほど。Don't 〇〇です。なるほど。大パン打つなは Don't heavy punch でいいし、打ちすぎ。むしろチュンリーで大パン打てってなったら、ヘビーパンチだけでいいから、何々してくださいっていうのは、その動詞を言うだけで通じるんで、そこはもう臆さず言っちゃってください。ジャンプとかで何々しないでくださいっていう時は最初に Don't do not です。それをつけると勝手に何々しないでくださいになるんで、英会話できない側からするとなんか文にしなきゃいけないんじゃないかっていう気分になってくるんですけど、じゃあそこはもうシンプルでいい。じゃあ最初はねシンプルでいいと思います。わかりました。練習あるのみですっていうこのめちゃくちゃ意識の高い。だからこれね例文がかなりね乱暴なんですよ。練習あるのみです。なるほど。練習してください。じゃあ直訳すると、Practice is only way to get better みたいなね。になるけど、口語的な表現すると、Practice more。Practice だけになるよね。なるほど。今までの話でやると。確かに。めちゃめちゃあるのは、Don't jump ですね。Don't jump。You should be on ground。グラウンドゲーム。グラウンドゲームっていうのは地上戦っていうことを言うみたいなんですけども、グラウンドゲームをもっと意識しましょうとかやりましょうっていうのは、ありますね。はい、それでは第1回格ゲーイングリッシュでした。どうでしたか、小坂さん。そうですね。なんか意外とやっぱシンプルな表現を伝わるんだなっていうのが分かって、ちょっと勇気がやってみようかなっていうね、喋ってみようかなっていう勇気が出ました。マジで、単語で本当に伝わります。なるほど。意外とじゃあいけるってこと。僕の拙い英語でも全然通じますし、僕は実際に現地に行っていろいろやり取りした経験談をもとにするとこんぐらいで全然通用しますし、まずはだからなんていうか何も喋らないよりは、一応伝わるように、一単語でもいいから、口に出してみるっていうのは絶対に第一歩としては大切なことだと思うんで、今後もね、様々なシチュエーションでこのような、格ゲーイングリッシュやっていきたいと思いますので、
もし面白かったなとか興味深いなと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた。